沼産の方ですね。勝沼さん、ここございます。質はいいです。あ、ベリーめっちゃ息子が帰ってきてカベルネソービニョン全部切っちゃったんだけどおはようございます。お酒の大学チャンネル510。さあ久しぶりにやってまいりました。こちら山梨白百合醸造さんでございます。今日はですね、年に1回定例行事化しておりますが、ぶどうの収穫のお手伝いをさせてもらいましたね。これね、マスカットベリーこんな感じで3回に分けて1回3回ぐらいにゆっくり寝ていただいて、でカゴを何回にしてあるとこういう流れで皆さんに順番で入れてもらいます。これが終わった後ちょっと畑で作業してもらいます。ここが除光機になります。それでぶどうがここへ入って、それでいわゆる木が実が分かれる。でぶどう自体がこれどこまで、満帆まで入れるの？今日も満帆が出る。満帆まで4.5トン。4.5トン。はい。結構ガンガンに入れて2トンぐらいで。ああ、そうなんですね。1回ごとですね。はいはいはい。こういうプレスがあるんですね。蓋を閉めて、次は中のバルーンが膨らんで絞られる。ああ、なるほどね。でこの間から隙間からジュースだけがそうです出ていって、あちらのポンプを使って中にこういう感じ。なるほど。ちなみにこれは今日甲州勝沼産の方ですね。勝沼産甲州 100%。はい、ありがとうございます。質はいいです。あ、今年やっぱりいいですかなり。へ身がー小ぶりで種がやっぱり少なかったので、へ味も分厚いですし、はい香りもかなりいいと思います。あ、そうですか。糖度も1度ぐらい高い。あ、高いですね。今16.8。16.8高かったので16.8。はいはい。飲んで食べてみるとやっぱり味わいがかなり濃いです。あ、そうですか。へえ。あとちょっとつまみ食いしてみます。あ、いいですか。大丈夫ですよ。すみません、ありがとうございます。はで、カゴはここへ入ると、こうやってさっき洗って、で、またここで収穫に回るという感じです。ここに見えるはてんちゃん。はい、釣り部のてんちゃんです。どう釣り部釣り師だった。これ皆さんでせっかくだから食べてもらありがとうございます。食べてください。はい、味見講師。甘い。もう中でぶどうが入ってるので、この中で温度が上がりすぎないように、これはね、地下水を汲み上げてここで冷やしてあります。こっちはもう収穫終わってんだね。シャルドネレーズン化してるよ。つまみ食い。甘い。うお甘っ。カフェでカフェそっちよりも絶対こっちの方が楽しい。ちゃんとこういうの貼るようになってる。800年以上もの長い歴史があるぶどう。マスカットベイリー。ベイリー A。ベイリー A。お味はベリー。スイートでしょ。ベリー A じゃん。めっちゃ A。なんで私のくれないの？シャルドネ。
今年は雨が割と少なかったので、いつもシャルドニはこうパンパンになってしまうんですけども、工夫をした仕立てをしたっていうこともあるんですけども、粒がちっちゃくてすごく良かったと思います。だね。はい。甘っ。これレーズンがまたうまいわ。あ、レーズンうまい。干しぶどうめちゃくちゃ美味しいですよ。これそうですそうです。めちゃくちゃ糖度がさらに上がってるので。本当だ。本当だ。これはすごい。美味しい。美味しい。ハワイの原料になります。こちらの円の手入れをしていただきたいと思います。先ほど通ってきたところのコースも同じなんですけれども、ちょっとこちらの円の方がちょっと病価が多いので、こちらから手入れをしていただきたいと思います。どういうものを手入れするかって言いますと、口にできなそうなもの、自分が食べてもまずいだろうなっていう草を落とせば間違いないんですけれども、こうちょっと傘上げていただいてもちょっとシワシワになってダメだよっていうのはパチンと落としていただいて、もうこのショットベリーっていうこの硬いブドウもこれもピーマン酵の原因になりますので、こちらも落としていただいて、もう刃先でちょっと潰しちゃって果汁が出てしまったらそれもカビの原因になりますので、健全であってもそれも落としていただきたいと思います。それでちょっとこう変形になってるんですけども、こっちの奥からずーっと向こうに向かって手入れを一房ずつしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんとかショットって言ってたらどういうやつ？ちっちゃいやつ、こういう未熟かな。これこういうの。こういうの。20から落としていきます。シワシワなのを取る。そうそうそう。で、こう圧で膨らんでいってジューッとこうジュースが絞り出される。昔はね、ちょっと足で踏んでたんでしょ。でそれよりもやっぱり余すところが違う。で、皮とか他の不純物を混入しないように、多分今バルーンが膨らんでる。パックが終わって、ずっとやってます。お疲れ様お疲れ様で。ですした。さっきの看板出てたのは甲州がビールで中川。いただいてめちゃくちゃ美味しかった。去年の2023の春卒。あ、そういうすぐ春卒。皆さんお揃いですか？じゃあちょっと説明させていただきます。こちらの漬物なんですけど、近所の農家さんできゅうりを大量にいただいたので、みょうがとそれからかぶとつけてみました。それからこちらパンコントマテでトマトをすりおろしてオリーブオイルで乳化させたものを塗って、その上に生ハムとかしてます。でこれはゴルゴンゾーラとマスカルポーネ混ぜたもの、それから蜂蜜じゃなくてあえてメープルシロップを使ってドライフルーツと和えたものです。赤ワインに合います。でこちらはモナカなんですけども、酒粕の中に干しぶどうを、1週間漬け込みました。でちょっと日本酒にも合うかな。でも日本酒うちないですけども甲州もちょっと共通点があるので合うかな。どうでしょうかね。どうですかね。これはオーツ麦と、それからシーチキンと、それからキュウリとアーリーレッドのサラダです。でこちらはですね、昨日も20何名様お客様だったんですけど、これが一番評判が良くて、ごぼうなんですけど、赤ワインで煮たのと白ワインで煮たのなんですよ。それで赤ワインの方はブラックペッパーを使ってます。白いごぼうの方は山椒を使ってます。はいはい。YouTuber なんですか？はい。はい。白入上手もよくはい、去年はもうそれこそいろんな中川さんもね、中川さんの畑とか、はい、いろいろ中川さん今年で終わりなんですよ。あ、今年で完全に終了なんですか？もううちで買い取ることになって、うちでやって責任がすごい重い。じゃあ乾杯のご発声をお願いします。顧問。はい、では皆様お疲れ様でした。じゃあ皆さん今日も美味しくいただきましょう。乾杯。ありがとうございます。
なんかさっきベリエをつまみ食いしたからかなんかすごい馴染みがいいですよね。ですから本当にありがたいなと思ってます。この今のフードがこのブドウを育ててくれてる。途中シャルドネも食べました？食べました。みんな病気だったでしょ。ちょっとね、だいぶね。だいぶね。そう。面の皮が薄いからみんな病気になっちゃうわけですよ。日本の甲州ベリーは面の皮が皆さんと同じで、面の皮が厚いからほったらかしなんですよ。それがフードっていうもんなんですよ。わかります。だから皆さんもお猿さんから出てきたんでしょ。返事がない、お猿さんでしょ。お猿さん。その前は宇宙のゴミですからね。それで出てきて、ね、南行ったら黒くなって、北行ったら白くなって、このフードに合ってるから黒い髪の毛で黒い目で肌色なんでしょ。ほったらかしですよね。ブドウさんも全部植えるんですよ、いろいろ。おっとしか。息子が帰ってきてカベルネソーヴィニョン全部切っちゃったんだけどいくらどうやってもですね黒くならないんですね。だから何を言いたいかと、皆さんが一番日本風土にあってこの顔形ですよってことを言いたかったんですね。それともう一ついつも言ってるのはですね、人間と同じだっていうことなんです。あそこにね、子供さんいらっしゃるけどもね、子供さんにいくら頑張るって言っても所詮無理ですよね。両親の DNA だけでしょ。ねえ、だからブドウさんがそうなんですよ。ここで取れたこのブドウがこのままこのワインなんですよ。そうするとね、マスカットベリー飲むじゃない。もっとタンニン分があって重たいのがいいなって言っても、所詮これでしょ。だから何を言いたいかと、このマスカットベリーの個性を褒めるべきなのに、日本人っていうね、謙虚で真面目で個性のないっていう。じゃないんですか？そうすればそれが個性なんですよ。それを褒めるべきなのにね、もっと重たいね、こういうワインをこういうのに求めるんですよ。それとはまた話が全く別。これはこのキャラクターで、これ世界一なんですよ。世界一のキャラクターを褒めてくれてるんですよ。だから人間となしで言い悪いっていう表現しないんですよ。ね、ここに20人いるとそれぞれが世界一でしょ。返事がない。その通りです。なんでここにワインとして人間がいると、皆さん両親が良かったからだけの話でしょ。自分を自分で作ったですか。そうでしょ。両親が勝手に作ってくれたんですよ。そこなんです。勝手なんですよ。何を言いたいか。スーパードライ、いつでもスーパードライでしょ。いちこいつでもいちこでしょ。結局全部加工してるんですよ。それで皆さん加工しなかったでしょ。ブルーの目にするとか。それがワインなんですよ。この人とはこのブドウもこれなんです。それをですね、もっと重たいのどうのこうのっていう人がいるんですよ。自分を責めるのと同じなんですね。もう自分のキャラクターはこれなんだよって言って、それでもう行くしかないんです。加工しようがないってことを言いたかったんです。だから娘さんね、2人いると、もうこれは世界一なんですよ。世界一、このキャラクターは。っていうことを言いたかったんですね。私はそれで作る方だけども、ね、飲む方はこっちに聞いてください。料理との相性っていうのは全くよく分かんなくても、彼女はそのスペシャリストで、いや作ってるんですけど、先生に教えていただいて、信じられないかもしれない。一滴も飲めないんです。社長飲めないんです。飲めないんです。もう体質的にアルコール受け付けないんです。飲める顔してるでしょ。だからそれぞれのキャラクターで私が一番だと思ってくれればいいと思いますよ。他人にはないですから。私もそう思ってるから選んでるんですね。ところが私より偉い人がいるっていうのは分かってますよね。本当にね、私いつも言ってる、本当に感謝ですよ。これだけ大勢来ていただいて、これを感じていただいてるっていうのは、これだけの仲間を集めるっていうのはすごいなと思ってます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。お酒の大学では国内外から取り寄せたおすすめワイン、そしてちょい足しするだけで美味しくなる調味料を取り揃えております。概要欄にお酒の大学オンラインショップのリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。
このチャンネルではワインをより気軽に楽しむための情報を発信しております。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。